皆さん、こんにちは。ジャパニーズほのぼのポッドキャストのほのかです。お元気ですか？私はとっても元気です。今日は朝からセミの声がすごいです。窓を開けると、もう夏の音がガンガン入ってきます。ミー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 ってめっちゃセミの声が聞こえます。私はあんまり暑いのが得意じゃないんですが、皆さんはどうですか？でも夏の朝って少しだけ爽やかな空気がありますよね。なんかちょっとだけ夏の朝は少しだけ涼しくて、外に行くと、なんかちょっと涼しいな、気持ちいいな、そんな気持ちになれますよね。なので私は夏になると朝は少しだけ早起きをして外に行くようにしています。さて今日は好きこそものの上手なれという言葉についてお話ししようと思います。好きこそものの上手なれ、皆さんは聞いたことはありますか？好きこそものの上手なれは日本のことわざです。意味は好きなことは自然と上手になるです。好きなことだと楽しくて長く続けられますよね。そうすると自然とそれをやる時間が長くなって練習する時間も長くなって上達も早くなりますよね。成長するスピードが速くなりますよね。例えば、こういう時に使います。サッカーが好きで毎日ボールを蹴って遊んでいたら、だんだん上手になった。あとは、料理が好きで毎日作っていたらいつの間にかプロみたいな料理が作れるようになった。こんな時、好きこそものの上手なれと言います。例えば、こんな会話があります。ねえ、田中さんってなんでそんなに英語が喋れるの？上手なの？いえいえ、英語がただ好きで毎日英語の映画を見ていただけですよ。好きこそものの上手なれですね。会話ではこんな風に使います。私の場合、運動が好きです。特にピラティスにハマっています。運動はあんまり得意じゃないという方多いですが、私はピラティスが楽しいので続けることができます。よくなんでそんなに運動ができるの？運動を続けることができるの？体がなんでそんなに柔らかいのって聞かれることがあります。答えは好きだからなんですね。逆に興味のないことや嫌いなことはなかなか続けることができません。やっても辛くなってしまって途中でやめてしまうことが多いです。例えばギターが上手な人になんでそんなにギター上手に弾けるのって聞くと、好きだったからたくさん練習してたくさんギターを触ってそれで上手になったんだよって言われました。日本語が上手な人も同じことを言っていました。なんでそんなに日本語が喋れるの？そんなに上手なの？って聞いたら、その人は勉強というよりは日本が好きでアニメとかラジオとか音楽をたくさん聞いていたら聞こえるようになったし話せるようになったんだよってそういうふうに言っていました。好きこそものの上手なれ。好きなことは苦しいと感じずに夢中になって続けることができます。続ける時間が長くなるから自然と上達するようになります。上手になります。私は好きなことに時間を使うのが大切だと思っています。好きなことを伸ばす。
やっていて苦手なことや辛いことを克服する、直そうとするよりも、好きなことを伸ばしていく、上手になる、上達させる方が幸せでハッピーだと思っています。同じ時間を使うなら、苦しい、辛いよりも楽しい、嬉しい、ハッピーの方がいいですよね。また、もし日本語がなかなか伸びなくて困っているな、伸びないな、なかなか上手にならないな、と感じている人がいたら、勉強のやり方を変えてみるのもおすすめです。本が読むのが苦手なら本を読まない。アニメ、ラジオ、映画とか音楽とか、日本人と話すとか、自分が楽しいと思える方法を選んでやってみてください。いろいろ試して、これが自分に合う勉強方法だなとか、これなら自分に合っているなって思える方法で学んでいくことが大事だと思います。皆さんは好きなことって何ですか？皆さんも好きなことに時間を使ってみてください。苦手だな、苦しいなって思う時間はなるべく少なくして、好きなことをやる時間を作ってみてください。なかなか自分の自由な時間、好きなことをやる時間がない人もいると思います。そんな時でも、それでも1日3分でも1分でもいいから自分の好きなことをしてみてください。今日は好きこそものの上手なれということわざについてお話ししました。意味は好きなことは自然と上手になるという意味でしたね。少し理解できましたでしょうか？使い方わかりましたでしょうか？皆さんもぜひ好きこそものの上手なれ覚えて使ってみてくださいね。そして好きなことに時間を使ってみてくださいね。今日のお話はここまでです。今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。バイバーイ、またねー。